PTA 鳥チャンネル、今日は現場レポートです。ANA が国際線のビジネスクラスの、フラッグシップモデルというような形で、登場した、ザ・ルームという扉が閉まるビジネスクラス、こちらの方を今日は、ピックアップしていきたいと思います。今回私はマイアミに行くにあたりまして、行きは羽田ロサンゼルス、帰りがニューヨーク羽田で、往復このザ・ルームという、機材の方に当たって、乗ることができました。それで今回帰りのニューヨークの JFK 空港から羽田までの便につきまして、ANA の広報の方にご協力いただきまして、チケットはマイレージで乗ってるんですけど、撮影の許可をいただきまして、実際に客室乗務員の顔出しも OK ということで、動画の方を見ながら見ていただきたいなと思いますが、このザ・ルームがついている飛行機っていうのは、ボーイング 777-300ER 型機の中でもまた、ついている機材とついてない機材があるという状況なんですが、今年の2023年の3月後半ぐらいまでは、羽田ロサンゼルス、それから羽田シカゴ、羽田ニューヨーク、それから羽田ロンドン、という形で、使われていましたけど、今回、ロンドンもちょっと入ってない日も結構あったりというのがありましたけど、3月26日からこの10月28日までに関しては、ちょっと投入の路線が変更になっています。今まで飛んでたロサンゼルスとシカゴが外れまして、今飛んでるのが羽田ニューヨーク、それから今度新たに羽田サンフランシスコ、それとあと羽田ロンドン。この3路線に原則固定で入っている。ただ、イレギュラーでちょっと他の路線で、この間なんか羽田ホノルルに入ってたっていうちょっと話も、成田ホノルルですね、に入ってたっていう話もありましたけど、現状確実に乗れるのはニューヨークとサンフランシスコとロンドン、2023年の3月から10月末に関しては、こちらで乗ることができます。で、この機体というか、このザ・ルームがデビューしたっていうのが2019年の8月になります。私もその19年8月すぐに、ロンドン羽田で初めて乗ってから、かれこれ5回ぐらいは乗っているんですけど、この日本の航空会社では初めてこのビジネスクラスで全部の、これ席がドア付きの個室型を採用したというふうになって、でビジネスクラスだとあとやっぱりスペースをちゃんと確保しなきゃいけないので、一部の座席というか、半分の座席は逆向きになります。なので、窓側の窓って感じの席は全部逆向きになります。で、あと窓側の通路って感じは進行方向。足元のスペースをちょっと上手に活用するっていう、部分があるんですけど、で、これ逆向きは1回目だけ気になります。多分初めて乗られる方は。よく言う客室乗務員と同じ気分だっていうね、そういったところもあるんですけど、離陸の時がちょっとこうやって飛ぶのにあたってちょっと前っぽくなるんですけど、あとはね、飛んでる最中はもう全く気にならないですし、着陸の時もちょっと後ろだなと思うぐらいで、特にそんな、気になるっていうのは最初だけかなっていう、もう2回目からはむしろどっちでもいいなっていう感じはあります。あと特徴としてっていうところで言うと、この扉が閉まるということになるんですが、一番はね、横幅の広さですね。これがだから従来の ANA のスタッガードっていう、今多くの路線でボーイング787を中心にしている、このスタッガードに比べると横幅が2倍になります。で、ベッドにした時のこのスペースっていうのがだいたい今の前のスタッガードに比べると 1.3 倍になっているということで、とにかく感覚として寝返りが打てるようになるっていうこととも、僕も体型大きいですけど、体大きい人でも全然問題なくっていう、ところがあるのと、あとやっぱり扉があるので、このちょっと扉もボタンを押すと閉まるっていう感じになって、ちょっとその動画もあると思いますけど、扉が閉まることによって、周りの席の人を気にしないで、この眠ったりとか、あと仕事をしたりとか、そういったことを可能になっていると。で一応ね、ベッドにした状況だとマットレスもあって、あと枕も2つあって、あと掛け布団があってって形で、ありますので、本当に自宅のソファーのようにというか、ベッド状態にしてからあぐらをかいて、ちょっとリラックスするっていうことなんかも可能ですので、
そういったところも含めて本当にね機内の過ごし方が変わるというか、多分昔のファーストクラスよりもはるかに超えるぐらい本当に素晴らしいシートになってますし、あとこのシートモニターに関しても24インチあります。でこの大型モニターで、この映画とかドラマとかも、楽しめるようになってますけど、あとね、HDMI もついてますので、それでパソコンの画面を大きく出すっていうことも、可能にはなっているんですけど、そういったところで言うと、機内食なんかも本当に、ニューヨークからの場合だと、ちょっと僕乗った時は風が強くて14時間、ニューヨークから羽田までかかりましたけど、乗ってちょうどお昼過ぎの1時45分かなんかの出発だったと思いますけど、飛んでから、スパークリングワイン、シャンパンとか飲んで、それから、私は今回和食にしましたけど、やっぱり和食で、最近なんかやっぱり客室乗務員の方聞くと、外国人の方もかなり和食を頼む方が増えているということで、和食の前菜があって、メインがあるっていう形で、今回も堪能させていただきました。あと、和食なのでせっかくなのでということで、おすすめの日本酒を飲んだりとか、そういったところも含めて、ありますけど、事前にネットでインターネット上で、この洋食和食を予約することも可能ですし、あとどんなメニューがあってどんなお酒があってっていう、そういったようなところもありますので、そういったようなところも含めて、楽しむことができるというふうになっております。今回、僕1食目も2食目も、和食にはしたんですけど、今回いろいろこの写真とか動画もありますけど、あと良かったのがね、2食目の到着前2時間半ぐらい出てくる時の和食が、僕が乗った時サバの味噌煮とご飯とお味噌汁という、これが結構ねいい組み合わせで特に美味しかったなっていうちょっと感じがあるのと、それとあとその ANA がやっぱりビジネスクラスで得意にしてるっていうのは中間食っていう、離陸して食事が出て次2食目が出るまでの間の時間、好きなものが頼めるっていうのがあって、日本初だと今なんかビーガンに対応した植物由来のもので作ったカツ丼っていうのが、出てたりっていうのがありますけど、あとはその行きも帰りも出てるのが一風堂の豚骨ラーメンなんですけど、実は昨年この豚骨ラーメンがリニューアルをしまして、ビーガン対応になって、この動物由来成分を一切使わない、豚骨風味の、プラントベースラーメンで、この一風堂の、プラントベースラーメン、通称プラトンっていう風に言いますけど、これが出ましたけど、もうスープなんかは、もう飲むと本当豚骨って感じですし、ちょっとまた麺にもちょっとこだわって、そのビーガンの人も食べられるようになってますけど、これなんか非常に人気があるメニューですし、あとニューヨークからの場合、あとカレーライスもあったりとかっていう形で、もうこの中間食が意外と楽しみ、ANA のビジネスクラスの時の僕も楽しみな一つなので、ぜひ乗られる機会があったら、ぜひ堪能してほしいなというふうに思うんですけど、とにかく寝るには最高のもうシートで、よくね、ANA のこのザ・ルームが出る前っていうのは、全ての中で一番人気があったのはカタール航空の Q スイートというビジネスクラスがあって、で ANA の担当者もそうなんですけど、このカタール航空の Q スイートを研究して、その中で、ベストな形のビジネスクラスのシート、それでかつスペースもちゃんとしっかり収益性も考えて、効率よくスペースを配置するという中で、かなり、ANA のこの商品戦略を考えている、プロフェッショナルな方が担当者でいて、僕もよく取材させていただくんですけど、その人が自信を持って作ったっていうのはこのザ・ルームです、本当に。で今、ボーイングの777-300ER って飛行機がちょっとこの、コロナ禍で退役を進めている中で、このザ・ルームが入っている、機体っていうのを、もう少し増やすみたいで、将来的には 777X っていう、このまた777の新しいやつがまた数年後出てきますので、そこにも、このシートを乗っけるのかまたちょっと違う形にするかわからないですけど、多分これをベースに、こういうシートっていうのは10年から10年ぐらいで変わっていく感じなので、今回のこのザ・ルームを踏襲するのではないかなというふうに思いますが、快適度はこのスタッガードと比べても全然違いますし、
特にニューヨーク路線とか人気あるところも多いですけど、ぜひぜひこれ乗っていただくと、もうこれに乗ってること自体が旅の目的になってしまうんじゃないかなっていうぐらい、ザ・ルームっていうのは本当に素晴らしいビジネスクラスです。寝すぎてしまう危険性もありますけど、時差ボケ対策もしながら、結構そのね、仕事をしたりとか、映画とかドラマ見たりとか、そういった時間も楽しいですので、これこそまさに百聞は一見にしかずということで、機会があればぜひぜひ乗っていただきたいということで、もう一度おさらいしますが、この2023年の3月26日から10月28日までのサマーダイヤの期間は、羽田ニューヨーク、それから羽田サンフランシスコ、羽田ロンドンの、3路線に入りますし、あと、羽田ニューヨークは今1日1往復ですけど、これから増便して深夜便ができて1日2往復になる日も出てきますので、この2往復ともにこのザルーム搭載の一応便で、運航するということなので、このニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドンでぜひご堪能いただければなというふうに思います。それからあと、トイレもウォシュレットが入ってますので、長距離フライトでも安心ですということで、今回の現場レポート、ANA の最新型ビジネスクラスザルームをご紹介させていただきました。今回取材協力 ANA の方にもしていただきまして、関係者の皆さんも、感謝申し上げます。ということで、また、シートの体験レポートなども徐々にやっていきたいと思ってます。あと、ラウンジですね。ラウンジも、撮影いくつかしてますので、それもアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、鳥チャンネル、今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。